いらっしゃいませ。ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。ちょっと今回ですね、ベルベル人の、毎月の入荷日っていうのがあるんですけれども、一応これはアメリカから、毎月商品が届きます。で、月のですね、第3週の土曜日というのがうちの、ベルベル人の毎月の入荷日になります。毎月お客様にベルベル人の方のブログで商品の紹介、新しく入ってくる商品の紹介させていただいてたんですが、ちょっと今回からこちらの YouTube を使って、新しく入荷する商品を、紹介したいなと思います。で、もちろん全ての商品は紹介は難しいんですが、なるべく、僕の口頭の方でサイズとか、程度を含めてこんな商品が入荷しますっていうのがお届けできたらなと思ったので、よろしくお願いします。こちらチャンピオンのリバースウィーブですね。フルスナップパーカーになります。サイズが XL。で、緑のリブが使われているフルスナップパーカーですね。程度はいいと思います。じゃあこちらがまず1点と、どんどんいきますので、こちらもチャンピオンリバースイーブのフルジップパーカーですねのブラック、やはり黒は人気なのでこちらも一応 XL のサイズになります。これも状態はいいですね。続きましてリバースウィーブの白、これもフルジップパーカーになります。状態白はやっぱり汚れが少し目立ってしまうんですが、こちらも状態はかなり綺麗です。あとうちはですねアメリカに買い付け、毎月代表とバイヤーが行ってるんですが必ずアメリカで、全部選択してきてます。こちらの商品なんかももう全部、選択済みになっております。でこちらがネイビーのフルジップパーカーですね。こちらはまたちょっと若干ボロボロっときてますが、逆に言うと少し焼けた感じの雰囲気もいいかなと。こちらトリコタグの、ラージになります。続きましてこちらチャンピオンのこれもトリコタグサイズミディアムになります。で無地なんですが、こちらのウエストのリブのところに U of C と、いわゆるステンシルですね。ステンシルスタンプが入ってる。後ろに関してはプレーンです。こちらも状態は、かなりいいサイズミディアムになりますね。そしてリバースウィーブ、最近非常に自分も好きで持ってるんですが、今月も入荷しましたイエール大学ですね。こちら刺繍タグのラージで、イエールの文字がちょっと大きい文字の方ですが、こちらも、状態はかなりいいです。後ろは無地のタイプになりますね。いいですね。そして今月もう1枚パーカーが入ります。こちらトリコタグのエクストララージ、定番の染み込みのイエールですね。でちょっとこちら若干の染みがありますが、全体的な程度はこちらもいいと思います。最近イエールファンの方が多いので、入荷日ぜひいらしてもらえれば。はい、こちらからですね、こちらもミリタリーの定番になります。チャンピオンリバースウィーブトリコタグのミディアムでキングスポイントですね。ちょっと珍しく真ん中のここにステンシルが打たれてます。ちょっと首のあたりはダメージが来てますが、全体的な雰囲気はいいかなと思います。そしてこちらからそうですね、
70年代単色タグ、チャンピオンのリバースイーブの単色タグ、いわゆる青タンですね。青タンのエクストララージ、こちらも全体的に、状態はいいです。定番の無地ですね。中がですね、もう先ほど僕触ったんですけど、まだふかふかしてます。なのでかなりリバースイーブ自体のボディの状態もかなりいいですね。こちらがエクストララージになります。そして今回ちょっと僕もこれ自分もかなり欲しいなと思ったんですが、リバースイーブの単色タグの、ゴールド金単っていう言い方、単色タグの金色ですね。こちらエクストララージのちなみにデッドストックになります。もう水全然通ってません。そして先ほどの青タンと比べて袖のアームが細いので、いわゆるもうすごい形が綺麗です。でしかもデッドストックなので、この裏木も見ていただければちょっと前身頃がちょっとグレーっぽくて後ろがブルーっぽいっていう、ちょっとこうあまりにも状態が良すぎて、ちょっとこうもう違う素材じゃないかなと思うぐらい状態がいいです。でこちら単色タグのデッドストック、いいですね。で、こちらこれから少しアイテムが変わりまして、こちらもでもチャンピオン、チャンピオンプロダクツ、ちょうど、60年代ですかね、ちょっとこのフリース生地のタイプの、スウェットになります。サイズ表記がエクストララージで、こちらにチャンピオンマークもついてます。のイエールです。こちらのイエールの文字はナイロンになりますが、サイズといい、定番の今人気のイエール、こちらもちょっと一点物って感じですね。こちらから、そろそろ暖かい季節になってきたので、T シャツ紹介したいと思います。本当うちのお店ベルベル人のもう定番ですね。このチャンピオン、こちらランナーズタグの、ちょっとタグが半分切れてますがサイズラージで、こちらオールドミス、44、こちら袖もそうですけどシミがちょっとありますが、なんかちょっとこう雰囲気のいいシミで44番の、白に紺の染み込みになります。ちょっとお腹周りとかにダメージがあったりしますが、全体的に雰囲気はかなりいいかなと思います。ランタグの染み込みナンバー T シャツ、今月もちょっとチャンピオン多めですね。こちらもちょっと雰囲気系になります。おそらく袖は長かったと思うんですがちょっとカットされてしまってます。フットボール T シャツ、単色タグのいわゆるラージ、そして黒の染み込み3段ですね。やはり僕も好きなんですが、この染み込みのやっぱりしかも、黒ベースっていうのはやっぱり数が少ないのと人気があります。これなんかもT シャツぐらいの袖にカットされてますが、例えば中にサーマルを着たりとか、黒のロン T なんかを重ねてきて雰囲気出してもかっこいいかなと思います。サイズがラージのそうですね、染み込みプリントですね。続きましてもフットボール T シャツ、こちらチャンピオンの単色のタグでエクストララージ、こちらはラバープリントになります。3段のラバープリントで、こちらはもう逆に言うと状態が素晴らしくいいです。エクストララージなので少し、サイズはありますが、長袖タイプのフットボール T シャツ、厚い生地の方ですね。こちら白ボディのラバープリントになります。そしてこちらもフットボール、多分まとめて出たんですかね今回が。
こちらは、いわゆる半袖のタイプになってます。トリコのタイプのタグでサイズラージ、いわゆるこの厚手のまたコットンの方ですね。青の染み込み2段、これもシンプルでかっこいいと思います。こちらも少し、ダメージは若干ですが、あとシミがちょっとありますが、雰囲気的にはかなりいいかなと思います。これもきちんと選択してますので、続きまして、今回の中で、一番ちょっと古いタイプですね。フットボール、長袖のタイプです。で、厚手のコットンの前はステンシルです。ちょっと薄くなってますが、ちょっと襟元若干ダメージきてます。ただ、いわゆるランタグです。デカランタグ、そうですね、こちらでいくと、シールの40ですかね、40年代のランタグがつく、バックはステンシルもないですが、これまた雰囲気的に、かなりいい雰囲気ですかね。サイズが一応所詮、ちょっと表記が読み取れないんですが、おそらくラージ表記が縮んだサイズですかねと思います。そして、通常の T シャツです。こちらもチャンピオン、50s のランナーズタグ、サイズがエクストララージになりますね。で、染み込みプリントの、61番で、袖が、青と赤の染み込みになってます。こちら前のプリントも赤と青で、背中も61番、こちらも全面、袖もオール染み込みになってますね。で、ホワイトボディですが、これもほとんどちょっとだけ気持ち汚れはあるんですが、もうほぼ状態は、綺麗な状態で残ってます。いいですね。そしてこれ僕も大好きなんですが、定番になります。もうチャンピオンの、霜降りのグレーの V ネック、やはり1年間通してもなかなか数が出てこないですね。こちらはサイズはミディアムです。で、通常の V ネックの霜降りです。たまにね、ここにプリントが入っちゃってるとかあるんですけど、やっぱりこの無地が、一番シンプルでいいかなと。状態も全然シミ一つないぐらい綺麗ですね。はい。はい。今回の、これもまたちょっとマニア心をくすぐるといったあれなんですが、ちょっとシンプルなポロシャツです。トリコタグの、チャンピオンサイズミディアムです。50、50の、50% ポリエステルの 50% コットンという、素材はそうなんですが、いわゆるナイキの風車ですね。こちらが刺繍で入ってるチャンピオンの、いわゆるポロシャツです。この当時はね、ナイキのまだボディがしっかり決まってなかったんでしょうし、で、チャンピオンに、頼んでナイキが作ったという形になると思うんですが、こちらも状態はいいと思います。ナイキ好きの方には、おすすめかなと。ちょっとこう若干揃えてもいいかなと思うんで、今回、うちの定番です。LL ビンのトートバッグ、こちら2トン、これちょっと縦長のタイプは珍しいですね。あとこちらの、大きいサイズの、緑、ネイビー、あと赤とネイビー、これはもう本当にずっと定番ですし、ずっと人気ありますね。状態も含めたり、あとこのも、雰囲気がもう出てるので、すごい使いやすいかなと思います。こちら2点。こちら、パタゴニア定番ですが、パタゴニアの、前世、シュイナード、パタゴニアの創業者、今またパタゴニアだとパタロハというのが流行っていると思うんですが、
それの本当に、古い初期の頃って言ったらいいですかね。こういった山で使うような機材をモチーフにした、プリントになってます。こちら色が、確か何色か展開があるんですが、やっぱこの黒は、相当珍しいかなと思います。サイズもラージで、はい、で全体のコンディションはいいです。あとはナイロンではなくてコットンなので非常に着やすいかなと思います。定番のこのオンブレシャツ、すごい綺麗なチェックだと思います。ちょっとここに小穴、残念ですけどね、がありますが、サイズ S サイズで、色目は結構綺麗ですね。で今回ちょっと1枚だけだったんですが、先月先々月あたりは多分結構枚数入って、やっぱり皆さんこういった綺麗なシャツはお好きかなと、前回入った分もほとんど売れてしまったんですが、今回一応1枚だけです。サイズも S っていうサイズなので、結構探してらっしゃる方にとってはいいかなと思います。で、続きまして久しぶりの入荷です。デニムシャツ、リーライダースですね。リーライダースのデニムシャツ、いわゆるインディコの、タイプのデニムシャツもあるんですが、こっちちょっとバッドダイ、ちょっとこう紫っぽく、落ちると言いますか、素材が少し変わるんですが、サイズも15のショート、リーの場合は、レギュラー、ショートとロングと存在します。丈がどうしても長くなってしまったり袖も長くなるんですが、こちらショートの方が多分いわゆる日本人に合うサイズといいますかなってますので、タブも残ってますし、スナップの石も全部割れてません。全体的な状態、こちらも素晴らしいかなと思います。この下のまだそうですね、布も残ってるぐらいなので、状態に関してはかなりいいと思います。僕が知ってる限り多分本当久しぶりですね。3年ぶりぐらいに、うちのお店も入ってきたかなと思います。そして今回、これもまた今回1枚だけですが、定番のスヌーピーの、ヴィンテージスウェットです。スプルースのタグもちゃんと残ってます。でサイズがラージ、そして、チャーリー・ブラウンですが、こちらの目をつぶってるタイプのプリントっていうのは、ちょっと珍しいですね。本当何パターンは本当スヌーピーいっぱいありますが、その中でもこの目をつぶってるチャーリーは結構珍しいと思います。後ろの字のプリントも綺麗ですし、サイズラージで少し縮んでますが、まだまだ着れる状態ですし、非常に珍しいと思います。はい、こちらパタゴニアの、フリースですね。グリセードと言われる、いわゆる定番のパタゴニアのフリースです。そして、こちら、リバーシブルですね。おそらく92年じゃないかなと思うんですが、はい、92年フォールです。そしてサイズが S サイズ、ちょっと大きいサイズが最近ね流行ってますが、逆に S サイズのこのぐらいの状態っていうのはほとんど出てこないと思います。僕も結構久しぶりに見たなと思うぐらい、少しだけジッパーよれてますが、フリースの状態が非常にいいです。こちらのエッグプラントという色なんですが、やっぱりパタゴニアの中でも人気のある色ですし、状態が素晴らしいですね今回。はい、これもおすすめの一品ですね。そして次、こちらもフリースですが、フレンチレッドレトロ X ですね。素材が
裏地がこういったつるんとした素材、こちらも、雪なしのタイプになるので、93年のフォールになります。なのでいわゆる雪なしですね。サイズがミディアムで、こちらもフリースの状態に関しては肘あたりが少しだけ少しだけですね、ちょっとこうなんて言うんでしょう、少し擦れてると言いますか、ただ全体的な状態はいいと思います。何気に赤って難しいって言うんですが、このパタゴニアのフレンチレッドだけは僕もすごく綺麗な配色だなと。あとこうパイピングとかが紫っていうのもやっぱパタゴニアらしいと言いますか、こちらも最近本当に出てこなくなってきました。よいしょ。そして先ほどのフレンチレッドの、流れでこちらもスーパーアルパイン、こちら雪あるので、95年のフォールになります。いわゆるこちらも、レッドサイズがミディアムになります。中のテープの剥げもそんなにないです。どうしても年数経って劣化してしまったりするので、中のテープがちょっと取れてしまったりっていうのはあるんですが、ミディアムでも袖の具合程度とかも、ダメージもほとんどないので、こちらは普段僕も一着持ってるんですが、普段着るサイズは僕でミディアムです。なのでこう普通に中に少し着た上で着るってこともできるので、ミディアムサイズも結構需要はあるサイズかなと思います。今回久しぶりの入荷ですかね。こちらも、同じくスーパーアルパインのブルーグラス、パタゴニア定番ですし、このスーパーアルパイン、やっぱり未だにシェルの中ではかなり人気があると思います。でこちら95年のフォール、たまたまですけど同じ、年数ですが、こちらがサイズが、ラージになります。ただこちらも中のテープの状態とかは、綺麗ですし、全体的にもう使った形跡がほぼないぐらい綺麗な状態なので、カラー的にもこのブルーグラスって、数少ないです。その上で、この状態ですし、ラージっていうサイズですが、結構大きい方が着られてもいいですし、今のファッション的にダボっと着る分には、ラージまででしたら僕なんかも着れます。こちらもおすすめですね。じゃあどんどんいきましょう。はい、こちら、今流行りのノースフェイスですが、いわゆるチャタグの70年代、このシャツダウンっていうのが出てます。その中でも、このネイビーはやはり人気があります。ただちょっとサイズがラージなのでちょっと若干大きいんですが、あとはこの定番ですけど襟がちょっと大きめ、あと少しこの辺に汚れがあるんですが、ダウンの程度とかはまだ状態はいいです。でやはりこの形、この形でこのシャツジャケット自体が数が少ないので、あとはここにちょっとだけダメージがあります。それも含めたら多分お値段もちゃんとつけてますので、逆に探されてる方も結構多いんじゃないでしょうか。さあ次が、ミリタリーになります。ここはもうちょっとこれもまた定番ですが、ベトナムのリップじゃなくてノンリップになります。グリーンリーフ、この緑の方ですね。これは今回、上下という形ではないんですが、上下
出てます。上がラージレギュラー、下が、ミディアムレギュラーですね。まあちょっと程度は若干ですが、まあ下の、パンツの雰囲気状態はいいと思います。こちらの上、まあ若干こう色味は少し違いますが、まあ、普通に着る分にはセットアップでもいけるかなと思います。で今回ちょっとこれも M65 の、いわゆるタイガーで、これも何年か前に S サイズと XS サイズが、まあデッドストックの状態で何枚か出たんですが、僕も今回ちょっと初めて見たんですが、サイズが今回ミディアム、これは前に何枚か出てきた時は本当 S と XS しかなかったんですが、ミディアムというのを初めて見ました。これも本当ワンウォッシュされたかなっていうぐらいの状態で、自分もこれのパターン違うやつの S を持ってるんですが、ちょっと今回試着してみたら M の方が着やすいなと思いました。これ本当に今回1着だけなんですが、初めてミディアムっていうのが入荷しました。かっこいいですね。さあ、ちょっと長くなりますが、これからデニム、今回入荷した分でちょっとジャケット、こちらも、久しぶりの入荷です。まあリーのストームライダー、いわゆる赤タグです。50年代、この年代は裏側のブランケット、ストームライダーなんでブランケットついてます。ブランケットの裏側の生地がセパレートになります。セパレートのタイプの、赤タグ、しかもこれ僕初めてだと思うんですが、サイズ50、かなり大きいです。まあ今ファッション的にもオーバーサイズ大きいジージャンっていうのも、少し流行ってる上で、あとよく見てほしいんですが、この色落ち、この袖の色落ちとかやばいですね。はい。まあ相当大きい方が相当着込んだっていうことだと思うんですが、もう雰囲気系です。はい。大きいダメージっていうのは、まあ、袖口にちょこちょこっとありますが、やはり許容範囲かなと。あとは襟元ですねにちょっとダメージは来てますが、色落ち、雰囲気、あとはこのセパレートのストームライダー、まあ本当大きい方っていう部分でもいいですし、あとまあオーバーサイズで着たいなって方にとっては、おすすめです。606のビッグ E、オレンジタブの方ですね。でサイドが、ダブルステッチではなく、まあ、耳もついてないタイプなんですが、なので、まあ、ビッグ E の中でも、後半の方の、606になると思います。ウエストが30の2、レングスが29、はい、色落ちは綺麗ですね、すごく。はい、そして、こちら501のビッグ E です。サイズがウエスト35のレングス29、これ色落ちかなり綺麗ですね。はい、そして、こちらも501ビッグ E、これも状態いいです。ちなみにウエストがシングルステッチ、後ろのアーケードはオレンジ使ってますが、すみません、実寸が3031、はい、の501ビッグ E になります。で今回マッコンです。501ビッグ E S タイプ、ウエストはチェーンですが、パッチ表記読めます。ちょっとちっちゃいですけど3030、今の実寸が一応ウエストがですねそんな縮んでないんですが30でレングスが28です。こちらほぼ水通ってない状態です。ノンウォッシュでちょっと履いてたかなっていう状態です。サイズ合うから言ったら、はい、バッチリだったらもう間違いないと思います。
こちら 501WX 紙パッチ、1960年代ぐらいですね。パッチが一応うっすら読めるんですが、34の、33で、今実寸が32の31です。色落ちは、かなり綺麗ですし、少しだけ、膝にシミがありますが、ダメージはほぼないです。でベルトループがオフセットになっている年代なので、ちょうど60年代、前半ですかねあたりの紙パッチの WX になります。今回濃いめの WX501ZWX、こちらパッチで、パッチは取れてます。あとオフセットになっているベルトループで、実寸が32の30、そうですね、ダメージはほとんどありません。501、定番ボタンですが、ジッパーも数は少ないです。最近本当全然程度のいいのは見てなくなったので、これもまたサイズが合う方にとっては、おすすめです。ちょっとペインターパンツになるんですが、こちらキャントバステム、タグがゴールドラベルのタイプなので、白タグのゴールドラベルです。40年代あたりですかね。実寸で32の34、ちょっとレングス長いですが、状態は全体的に色落ちてますが綺麗です。まだまだガンガン履ける程度かなと思います。デニム最後ですが、今回これから夏に向けて、S501WX いわゆる対戦モデルの、カットしちゃってます。残念なんですが、ショーツと言いますか、自分が当ててみて膝より下に来る長さです。自分で対戦モデルをね自分でカットすることっていうのはまずないと思いますし、後ろもペンキ仕様ですね。ちょっともう取れてますが、前の色落ちも綺麗ですし、何せレングスが長くあるってことは自分で調整できます。対戦のショーツ履いてみたいなって方にとっては、いいかなと。ちょっと個人的にも欲しいなと思ったんですが、ウエストが34になります。レングスは何インチというほどじゃないんですが、少し長めのショーツと思っていただければ。ちょっと暖かくなってきましたが、パタゴニアの今年の冬はすごかったですね。このロスガトス、ネイビーですが、M と S サイズ、またこれ新品の状態で、入ってきてますので、お探しの方にとっては、まだチャンスがあるかなと思います。何枚かは入ってきています。で最後に、今月のスペシャル、こちらチャンピオンの、後付けパーカーですね。しかも、リバースウィーブの後付けパーカーです。ちょっと色、しかも大体出てきても、グレーが多いんですが、エンジ、やっぱり色付きっていうのはすごい珍しいです。おそらくネイビーとエンジと、いわゆるオートミールグレーが定番ですが、かなり色付きっていうのは珍しいですし、すごい全体的に焼けてるんですが、すごく雰囲気いいです。後ろも、ラバープリントですが4段で、非常にかっこいいプリント入ってます。タグは取れてしまってるんですが、このサイズ感でいくとおそらく表記が XL だと思います。袖口とか若干ボロボロとは来てますが、全体的にもう雰囲気は、できてますし、今月の一品っていう、非常におすすめの一品です。チャンピオンの後付けパーカ
今月のナンバーワンスペシャルかと思います。こちらで、一応こちらで、今月の入荷分の商品紹介は、終了します。もちろん今紹介した分だけではなく、今月だけでも、段ボールで40パッキンぐらい入っております。なので1階、地下とありますが、1階のフロアの、商品はほぼほぼ、入れ替えてますし、全商品新しいものに変わってますので、土曜日の入荷ですが、12時オープンになります。で今ご紹介させていただいた商品に関しては、オープン12時以降のお問い合わせという形と、当日土曜日の、通販はちょっとお断りさせていただいてますので、ご了承ください。これで毎月できればこの入荷日の、情報として入荷した商品をこういう形で紹介できたらと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは皆様の、入荷日ご来店お待ちしております。よろしくお願いします。